重要なのは当たる瞬間までのラケットの動きです。相手のボールがバウンドして上がってきてインパクトなのか、ボールが下に落ちてきているのか。はい、こんにちは、ジョイの浅沼です。今日はストロークの安定感を上げるために、スピンをかける練習を紹介していきたいと思います。はい、では早速打ってみたいと思います。失礼します。スピンのまずかけ方をお話ししていきたいと思うんですけど、当たるとこから上げようと思ってもボールは飛ばないです。当たる瞬間から振り上げようっていう感覚ではスピンの量は十分にかかりませんし、ボールにパワーも生まれませんから、重要なのは当たる瞬間までのラケットの動きです。そのためには、ラケットは立ててるところから体を回した時にラケットヘッドが自分の持っているグリップよりも下に下がって、飛んできたボールの下から迎え入れてあげれば、スピンの回転は必ずかかります。下から迎え入れて当たっていきます。なので大事なのは当たる瞬間から振り上げるんじゃなくて、当たる直前が振り下がっていることが重要です。あとはそのインパクトの直前に振り下がったものをここで握って腕を上げるのではなくて、体が回った時にラケットヘッドが落ちたものがインパクトの直前で握ることでグリップの位置の高さまでラケットヘッドがぐっと戻ってくるように、ここでスピンの当たりが作りやすくなります。このままグリップが高いまま上に振り上がっていっても、これまたボールにパワーが生まれませんから、当たる前がラケットヘッドが落ちてインパクトの直前では握ってラケットヘッドが、落ちたものが戻ってくるように迎え入れてあげればスピンは楽にかかります。なので体が回る時の脱力感、ここでラケットヘッドが落ちるような動きが重要です。それからラケットヘッドを落とす時のポイントなんですけど、ただ単にこうやって下に落とせばいいっていうんじゃなくて、自分が体の回転が生まれるので、ラケットヘッドは内側にラケットが入っていくような動きが自分の体が回った瞬間ですね、ちょうど逆の動きになります。自分が開こうとしている時にラケットヘッドが左側に抜けていくような動きが最初にできると、ここでインパクトにかけて今度振り上げる動きがやりやすくなります。内側に入って外側にラケットが斜めボールに対して左の後ろにラケットヘッドが倒れて、それから出ていく、握ってラケットヘッドが遅れた分が戻っていくように出ていくと、スピンは安定感もあって球威もある程度取れるようなが打てます。はい、バックも同様に体が回った瞬間にラケットヘッドを落とすんですけど、落とす時にはやや内側に入って、自分の右利きの方でいうと左のお尻のあたりをラケットヘッドが通っていってあげてから外側にヘッドが出ていく。その時に下から握ってあげるようなボールの受け入れ方をするとスピンがかかっていきやすくなります。これがね、握ったまま入っていくとどうしても横振りになって体が開いてスピンがかからないので、しっかり左のお尻の近くをラケットヘッドが通ってからスピンが
パクトの瞬間に振り上げるんじゃなくて、インパクトの直前に振り下がっていることが重要ですね。両手バックも一緒です。体が回る瞬間にラケットヘッドが内側に入ってヘッドが落ちて、インパクトの瞬間に振り上げるんじゃなくて、インパクトまでにラケットヘッドがしっかり落ちてあげることが重要です。はい、次は、今のことを踏まえて、大前提なんですけど、ストロークの動きは全て足からになります。なので、このコートとシューズの裏の、摩擦力、これをしっかりコートを掴んだ状態をしっかり作って、下半身の、ひねり戻しからそれが上半身に伝わって腕に伝わってラケットヘッドに今度伝えていくっていう動きを必ず意識してあげないと安定したショットが生まれませんので、そこに注意して打ちます。足を決めて足から上半身に伝えて、上半身から腕からラケット動きを意識します。で、先ほどやったように体が回る瞬間には、ラケットヘッドがボールの下から迎え入れられるような状態を必ず作ります。もちろんね、上に振り上がっていくんですけど、それは振り下がりがあるからですね。振り下がっていくから結果ラケットヘッドはフォロースルーは上に上がっていくような打ち終わりになります。本当にこうしっかりラケットヘッドが回っていればラケットは上では、終わりません。ラケットヘッドが回っているってことは上に行ったラケットは最後、下にねラケットヘッド落ちて終わるようになると思います。次は、スピンをかけるときにその相手の球をしっかり見極めないといけないので、相手のボールがバウンドして上がってきてインパクトなのか、ボールが上がった後もう下に落ちてきているのかで、落ちてくるボールはもうスピンはしっかりかけてあげないと下に行こうとしてますからね、必ず持ち上げなければいけません。下からボールに迎え入れる状態を作ります。逆に上がってきてるボールは打ち込みたければラケットヘッドは落としすぎずに前に出せば熱い当たりになります。直線的なラケットの動きです。ただこの場合気をつけるのはボールが頂点を迎えた時に打てるかどうかが大事なので、ボールが落ちてきてるのに今のショットをやるとどうしてもふかしやすいミスやネットミスが出てきます。はい、では今日やってきたことをラリーの中でやっていきたいと思います。落ちてくるボールはスピンをかけていきますし、上がってるボールはフラット気味に打って、その判断もねしっかり見ながら皆さんも見てください。見ながら見てください。叩いてるんですけど、
では、今日は、スピンの打ち方について解説していきましたけど、コーチによってねこの振り抜きが大事だとか言い回しはいろいろあると思うんで、自分に合ったものをね、見つけてくれればと思います。